世界は今戦時下にある。世界を覆うリアルストラテジーの戦い。同時多発世界大戦。極東の地もまた戦火に包まれている。もはや戦後ではない、戦中だ。世界中の猛者たちが今この瞬間も戦場に身を置く。日々変わりゆく最強の称号。日々繰り返される破壊と略奪。非いずる国ソルジャーの中から今夜選ばれし者。実況王と雑草魂、因縁がぶつかり合う。頑張れ。名門の強さか、鬼門の攻撃性か。全開、それが奴らの流儀。集結せよ。僕が望んでいるのはやっぱりこうガチの対戦、ぶつかり合いっていうのが離れたくても離れられないものになってるなっていうふうに、でもすごいクラクラっていうゲームに出会えたのは僕にとっての幸福だと思ってます。皆殺しです。2017年東京王開戦。オリンピックを前に湾岸地帯を更地に変えろ。世界は今戦時下にある。この戦いが終わったら21世紀も終わりでいい。今日でも21世紀が終わるんですよね。終わらないです。終わりでもいいっていう。全開を目指して皆さん頑張ってますから。楽しみですよ今日は。会場にももうクラクラファンがもう詰めてますからね。これね、皆さん熱い戦い見たいか。すごいですよ。最後までそのテンションでいけるか。若干なんというか不安な顔しましたよ。やるぞっていう感じですけどね。いや自然に上がってきてるんですよ。上がってきてますよ。篠崎さんはどうなんですか、これクラクラ。もちろんやってます。このお話をいただいてから始めたんですけど、すごい打算的なやつですね。どんな出会いだっていいんですよ。確かに確かに。でも始めたらもうハマっちゃって、今もやりたい、もう攻め込まれてるかもしれないと思って超不安です。確かにちょっと不安ですよね。どうなんですか、そのゲームが上手いプレイヤーとか男の人っていうのは魅力的に映ったりするんですか。いや、それはもう魅力的ですよね。マジですか。そりゃ本当ですか。いやだからもう顔がね、いくら顔がかっこよくてもクラクラが弱かったも最悪。最悪。もう無理。絶対無理です。変わっちゃう、変わっちゃう。クラン大戦が始まってから3年、これまで世界中で多くの死闘が繰り広げられてきた。そんなクラン大戦3周年を記念してスーパーセル公式が用意した舞台が前代未聞のリアルバトルフィールド VS。 今宵クラクラ界で因縁の深いクラン同士が己のプライドをかけここでしのぎを削る。記念すべき初の対戦カードは、最初の戦いはこちらです。
いやこれは大変なことになりました。これちょっとはもねう皆さんも相当ワクワクする戦いじゃないですか。いろんな意味で。いろんな意味で。さあそれでは改めて両クランのプロフィールご紹介しましょう。篠崎さんお願いいたします。はい、群馬帝国遠征軍はメンバー全員ちゃんとした仕事をしている学歴も年収も高いエリートクランです。リーダーはクラクラ界の超有名ブロガーであるポンタさんです。なるほど。さいやポンタさんさはねっきちょっとオープニングでポンタさんが出てきた時にはい、どよめきがありましたよね。お客ありさんからもましたね。なんかいるんでしょうね。もうはーってなんか変などっ空気でちなんですかね。尊敬というのいやなんか。かね若干ちょっと笑ってるから笑ってた、確かに。なんでしょうね。なんだろうっていうのがあったんです確かにどうなることやけど、やっぱり目が離せない人ではあるんでしょうから、そうですねポンタさん率いる。はいはい。さあそして対する照井と愉快な仲間たちはですね、メンバー全員仕事をしていたり、していなかったりしているオラまあまあそうなっちゃオう。ラオラな軍団でございます。はリーダーは岡山在住の元ヤンキーヤスさんです。なるほど。はい全く真逆の戦いですね。そうなんですよね。これはどっちが勝つかわからないですけどどっちも。かしら。まあゲームですからね。うんリアルファイトだったらまあもう明確にヤスさんが勝ちますけど。ヤスさんが勝ちますけど、そうということでございまして、はいこちらの両クランでございますけども、現在はですね、特設のアーミーキャンプで作戦会議中ということなので、うわいいねそれ。はいちょっと篠崎さんにインタビューの方してきていただきたいと思います。はい了解しましたこちらの方よろしくお願いします。いけいけ。さあということでですね、今回ですね普通だと準備時間がですね24時間までと設定されているところを、ね試合のルールで。そうなんです。このバーサスでは3時間短いんだよね。短めとなっております。ということで皆さんこの収録が始まる前から作戦をしてもらってますので、残り時間はおよそ10分ぐらいだということでございます。3時間経ってしまいま2す。時間50分前からやってたってことですね。やってたってことです。だからこれの作戦でどういう風にやっていくかということですね。相当大事だからね。そうなんです。ここから行くとかが。そうなんですよ。そのクランのメンバーたち、はい今どんな表情なのか篠崎さんがついたようでございます。篠崎さん。はい、こちらは群馬帝国遠征軍のアーミーキャンプ前です。ちゃんとこちらも家みたいになってるの。入ってみてもいいですか？いやいいですよ。入ってください。失礼します。あいたいたいた。うわ失礼します。やってる。すごいですね。全員すごいよ。ちゃんとアーミーキャンプが。すごいなこれ。の村をどう攻めるかかなり会議した IT 企業の説明会みたいになってる。受けられますけども。確かにプレゼンしてる感じですね。すごいですね。リーダーのポンタさんがいらっしゃいますので、あ出ましちょっとたポンタさんお話を聞いてみたいと思います。こんなに笑われてるとは思わないだろうな。戦い10分前ですけども、今のお気持ちはいかがですか10分前だなって感じですね。あ冷静ですね。冷静ですか10分前か時間な配分が分かってる。で、はい、作戦会議行われてたみたいですけれども、いかがですか？そうですね。アジェンダ通りちゃんとディスカッションでちゃんとしたコンクリュージョンを出せれて中です。ね、難しい言葉を並べながらみたいな感じですけども、今夜の相手は照井と愉快な仲間たちの皆さんですけども、ズバリ勝てそうですか？負ける気がしない。爽やかに負ける気がしないということで、失笑を誘うリーダーポンタ率いる群馬帝国遠征軍はスーツを身にまとい緻密に作戦を練っていた。一方対する照井と愉快な仲間たちは向こうもすごかったからこっちもすごいんじゃない？失礼いたします。どうでしょうどうでしょう。どうもすごいですね。全然違います。全然違いますね。一人ポンタさんいるじゃないですか。ポンタさん的なね。赤ポンタがいます。赤ポンタ。作戦会議はいかがでしたか？まあ、見ての通りですね。なんかクラロワしてるし、どんな同じ会社なんで会議はもう明らかにちょけている。成人式で目立とうとする若者のようなヤンキー独特の自己表現を目の当たりにしたところで意気込みを聞かせてください。とりあえず皆殺しにするんで待っててください。頑張ってください。いった。いやありがとうございました。
のコンビニには入りたくないですね。そうですね。あんな入り口を固められては。いやいやいや。さあというわけでいよいよこの後バーサス第1戦目のスタートでございます。日本クラクラ界に名を馳せる2つのクラン。群馬帝国遠征軍 VS 照井と愉快な仲間たち。略奪するリーマン、ポンタ、爆撃するヤンキー、ヤス。うちのメンバーにも京都大学とかお医者さんとか社会的地位が高くて頭のいい人が強いのかなっていう。僕らは中卒と高卒しかいません。リアルエリートの頭脳戦。スーパーセールスマンは足で稼いで略奪する。前回取ってました。名分で名高いカリスマブロガーポンタは絶頂期の中突然の引退。子供が3人生まれて家族にこれ以上迷惑かけられないということでずっとメンバーは続けていてくれて、この彼たちに何を返せるだろうということで一緒に戻ってきたのがあります。やっぱり仲間と一緒に勝利できるっていうのが最高の醍醐味で。俺にはこれしかないんだ。2人中卒で2人高卒。確かているのでこれはもう前回間違いなし。来ましたね、素晴らしい。バルーンは攻撃力高くても動きが遅いんで、もう自分の自営業の棟梁が空から絨毯爆撃。皆殺しですもう目の前をいるやつら全員皆殺し。けどやっぱりもう叩きのめした時が一番楽しいですね。ヤス君はですね、電線とか銅線とかを盗んで売ってらっしゃる方かなっていう、そういう印象を受けますね。もうあのタヌキ親父もういつかバチバチにしてやりてえなって思ってたんですけど、巡り合ってはいけなかった。ちょっとなんか格が落ちるんじゃないかなって思いました。はい、僕が彼の全てを壊せるんですね。この男に敗れた時、自分が信じた道が嘘になる。日本のクラクラ界の最先端、一番トップにいるとで宣言して、きっといろんな人がイラっとくると思うんですけど、もう僕が仮面を剥いでやります。100% 勝つと思ってる。皆殺しです全ての道はこの戦場に通じていた。この世の果てで生き様を試す。結構うち固い企業なんで、正直失うのこれすごいでかいかなって思ってるんですけど、今回負けたらこのマスクを外します。そして顔を出します。命がけのマスク剥ぎデスマッチ。じゃあもう負けたら謝罪動画あげます。偉そうなこと言って申し訳ありませんみたいな。喜びも悲しみも共に味わい、共に歩んだ仲間がいる。企業とかで勤めてると本当の友達っていうのはなかなかできづらいし、本当バカばっかですよ。本当に愉快で、うちのクラには18歳からそれこそ50歳の方までいて、バカなのにみんなうまいんですよ。すごくいろんなところで仲間たちと味わってきたので、やっとこの機会がもらえてやる日が来ましたね。生き様を倒すのは生き様。群馬帝国遠征軍 VS 照井と愉快な仲間たち。入ってまいりました。まずはクラクラ
ございますね。さあ続いての登場は対します。クラクラ界きってのオラつき集団、皆殺しと書かれたお揃いのマーカーで入場でございます。さあ来ました。37564お揃いのパーカーで登場。テルイと愉快な仲間たち。さあ両クラン揃いました。さあまずはですね、群馬帝国遠征軍リーダーポンタさん、実際にステージ立ってどうでしょうか、今のお気持ち。いや緊張しなかったんですけど、はいこのセット見てちょっとひるんできました、ひるんできましたか。ちょっとあれですもんね、登場から若干つまずきましたもんね。うんってなっちゃいましたもんね。緊張がねちょっと出てまあプレーになれば大丈夫です、落ち着いてください。仲間もよろしくお願いいたします。さあ負けたら覆面を取るということでございますけど、結構顔出てますよね。そうですけどね。それ薄々感じたんですけど、素顔は誰に似てるとか言われたことあるんですか。中山筋肉に似てる。あ、かっこいい感じですね。でも大体わかりました。じゃあでもこれが大事なんで。さあそして対しますはテルイと愉快な仲間たちリーダーやすさん。早くやりたくてやりたくてもうずうずしてますね。この横揺れがやばいですよね。リズム取ってきちゃってますから。本当ですよ。これ負けたら本当に土下座というか。いやもう負けないんで問題ないですよ。問題ないと。ポンタさん軽くタイが引いてるんですよ。大丈夫ですか。若干ちょっとこう引いてる。ちょっと普段あんま接したことない人種なんで。さらにテルイと愉快な仲間たちにも顔を隠した人物が。すごいですね、やっぱこのチームにもやっぱ顔を隠してるメンバーが一人いるってことで。いますね。メンバーいますね。こちら。ファイター宮崎さん。はい。ファイターさんの方が全然隠してますけど。ポンタさんの方が出してるんですよ。それではここでバーサス限定の特別ルールをご説明しよう。タウンホールレベルは5人全員が9。通常のクラン対戦では1人につき2回の攻撃ができるが、バーサスでは1人1回のみ。5人が1回ずつ攻撃した後、代表者1名が各クランが特別に作った6つ目の村を攻撃。計6回の攻撃を終えて最終的に獲得した星の合計が多いクランが勝利。各防衛施設のレベルは大会規定により上限をご覧の数値に設定。星の数が同点の場合は破壊率が高いクランの勝利とする。そして見事この戦いを制したクランには10万エメラルドという破格の商品が授与される。今までこういうのは全部他の人戦ってもらってたんですけど、今回自分自身が出るっていうことでリーダー自身がぜひ頑張って勝利を勝ち取りたいと思います。勝つのはさまざまな大会で結果を残しているエリート集団群馬帝国遠征軍か。もう観客も向こうも誰も俺らが勝つと思ってる、絶対に、でも俺らが勝つ。そうやね、皆殺しで既存の勢力に反発する若きオラつき集団テルイと愉快な仲間たちか。素顔とプライドをかけた熱き戦いの火蓋が今切って落とされる。まずは先鋒戦からいきたいと思います。先攻は群馬帝国遠征軍、後攻はテルイと愉快な仲間たちとなっております。まずは群馬帝国遠征軍、先鋒は前方のクラッシュエリアに移動していただきたいと思います。誰が行きましょう。おお、青家さん。青家さん登場でございます。さあ青家ミスター直毛やってまいりました。ありがとうございます。最初に登場したのはミスター直毛青家。群馬帝国遠征軍が優勝した大阪クラッシュでも活躍した凄腕のプレイヤー。さあ青家さん、戦う相手選んでください。何だっけファイター宮崎さん。ファイター宮崎さんも来ました。ここで登場。もういきなり。あ、目が出た。
防衛は覆面男ファイター宮崎。対戦前にわざと服を汚してきたという謎の男は一体どんな防衛を見せるのか。若干緊張されてますか今。めちゃくちゃ緊張してます。先鋒戦なんでね、思いも強いと思いますけども。ここでちょっとね弾みつけたいところですからね。そうですね、一発かましておきたいですね、最初に。さあ対する指名されましたファイター宮崎さん、はいどうでしょう。ずっと考えてきて、もうこれ取られたらもうしゃあないかなと。なるほど、絶対勝つぞ。まあ取れるもんなら取ってみてください。そうですね、やっぱ若干こもってしまうという弱点がありますからね。まあね、しょうがない。口が開いてないですから。開いてないです。ファイター宮崎が用意した村は空からの攻撃を意識した陣形。この陣はキーとなる対空砲をあえて外側に置いて、対空砲を破壊されても別の防衛施設で援護できる仕組みになっている。果たしてタオイエはこの村をどのように攻めるのか。さあいよいよ開戦。群馬帝国遠征軍タオイエの攻撃。レディーバーサス。さあ始まりましたね。さあ始まりました。バーサスクラッシュオブクラン、群馬帝国遠征軍 VS テレビで愉快な仲間たち第1戦目、始まりましたね。群馬帝国遠征軍タオエさんの攻めになります。タオエさんは配置に合わせて、ユニットの構成を変える天才肌というところで全部の編成が使える、なおかつ2016年8月18日に行われた大阪クラッシュ唯一の参加者です。今回の陣はですね、かなり対空砲が偏った陣ですね。アーチャークイーンが、かなり角にいる陣で、かなり特殊な陣となっております。さあ最初は村の角にある大工の小屋をアーチャーでしっかりとパーセント化石、そこでクイーンとバーバリアンキングを使ってしっかりと施設を破壊しているところです。これは俗にバニラ式という戦法ではないでしょうかね。空の構成ですので、これはおそらく対空砲の破壊を意識した構成でしょうか。そうですね。さあバーバリアンキングがもう倒れてしまいましたが、アーチャークイーンがしっかりここからパーセントを稼ぎます。はい、まずこのアーチャークイーンで対空砲を壊したいところですね。さあロイヤルクロークが発動したことによってこれは対空に届きますか。なんとか行くんではないでしょうか。ギリギリいきそうですね。さあ最後に一発入ったことによって対空砲が無事壊せました。ここでドラゴンを2体3体と出したことによって、まずはタイオンホール、ヒットポイントの高いタイオンホールの破壊からの意識でしょうか。はい、このバルーンでですね、この罠を解除しに行ってますね。うまいですね。さあアーチャー君から攻撃を受けてしまってすぐ倒れてしまうのですが、しっかりと爆弾を破壊したことによってこれで空の経路ができたということでしょうか。そうですね。はい。さあここで6時の方向から7時の方向ですね、エアバルーンが入ることで各施設の破壊、援軍を費やしております。援軍釣りましたね。しっかりベビードラゴンが出てきました。この処理がしっかり行いたいところですね。さあこちら援軍処理はポイズンとドラゴンを使用しての処理ですね。はい、さあここでラバー始まってます。ラバーハンドを投稿したことによって対空砲をしっかりラバーハンドがダメージを受けています。ホーミング爆弾を食らってしまいましたが、ここはエアバルーンがしっかりと対空砲を破壊しました。残る対空砲は2つ。はい、さらにドラゴンがしっかり生きてるルートを取ってます。このルートから非常にうまいと言えますね。一旦弾けましたがもう1体残っている。さあ残り2体投降したことによって残り2体がしっかり対空砲からダメージを受けています。ただですね、このウィザードとかね残ってしまってるので、この辺がポイントかなと思いますが、いかがでしょうか。空軍からの攻撃でエアバルーンがダメージを受けていますが、これはドラゴンがしっかりと倒しきりました。さあラバーの最後のエアバルーン、さあ最後の対抗を破壊しきりました。さあ残り対空施設はアーチャータワーだけ、アーチャータワーで破壊できるのはこれは全開といっても過言ではないでしょうか。時間は残り1分少々、全然いけますね。これはね、さあ問題なく全開でしょう。アーチャータワーを破壊し終わりました。さあ残り1分、こちら時間は悠々と残っております。これは全開確定したのではないでしょうか。そうですね、最初のドラゴンのルート取りが非常にうまかったと言えますね。ドラゴン本当残ってますからね、今回まだ2体十分な火力ですね。バーサスクラッシュオブクラン、最初の一戦ということで非常に緊張すると思うのですが、これは無事群馬帝国遠征軍タオイが 100% 素晴らしい出しました。というわけで初戦群馬帝国遠征軍タオイ星3つ獲得です。ということで1戦目からすごい戦いでございましたけども、いやすごかったな。どうでした田上さん。そうですね、プラン通りいけたのが。はあよかったな。プランがいや素晴らしい。すごい
始まったら全く緊張してない感じで冷静でしたよね。冷静。さあここで今の戦いを解説してもらいたいと思います。実況席よろしくお願いします。はい、もう素晴らしかったですね。最初のアーチャークイーンの対空砲の壊し方ですね、非常に低いレベルのヒーローだったんですけどもね、そこが壊せたのが非常に大きかったんではないでしょうか。そこのところしっかりアーチャークイーンが最後の一発、受けるか受けないかっていうところで対空を破壊しきりましたが、あそこのやっぱりプラン作りというところがそうですね、うまかったですね。あとドラゴンのルート取りも非常に良かったですね。最後までドラゴンが生き残っているのはこのバニラ式というね、業界ではね有名な戦術なんですがね、それが非常に良かったかと思います。最終的にバルーンが4本目の対空砲に届き撃破。空の攻撃を封じたタオイエが37秒を残し全開、星3を獲得。ということで1点目落としてしまいましたけどね、ファイターさんどうでしたか？やられたらやり返す。なるほど、倍返しだ。倍返しだということでございます。まだまだ折れてませんよ。とにかく声がこもっちゃうんですよね。倍返しだとこがね。そうですね。ということでお二人ありがとうございました。席の方にお戻りください。さあそれではですね、続いてはですね、手類と愉快な仲間たちの先鋒さんの登場でございますが、先鋒は誰なんでございましょうか？私です。ファイターさんそのまま先鋒だったということですね。このままいきます。さあそれでは誰を指名しましょう？東映さん。おお、リベンジ。さあ面白い戦いになりました。さあこれはタオイエさん、先ほどの戦いのね攻守が変わったという形。見事ね全開しましたけども。そうですね。どうですか。なんでまたファイター。やられちゃったんですもん。俺はやるしかないでしょ。鳥だな。手めちゃめちゃ震えてるんですけど大丈夫ですか？群馬帝国遠征軍タオイエの村も空対策陣、対空砲を中央横並びに配置し空を回すイメージを描きにくくしているのが特徴。勢いとは裏腹にド緊張の覆面男、果たして倍返しなるか。手類と愉快な仲間たち、先鋒ファイター宮崎の攻撃。レディーバーサさあ来ました。さあ始まりました2戦目、ファイター宮崎さんのタオイエさんの陣を倒すというところで、先ほど全開取られてしまったっていうところでリベンジマッチというところになるんですが、さあ行きますという声が聞こえたのですが、はい来ましたね。さあ始まりました。ファイター宮崎さん、アッパーマンという名前で YouTube に面白い動画を上げているプレイヤーです。いきなりもう始まってますね。さあいきなり援軍をエアーバルーンで釣り出したっていうところで、さあ援軍分かりました、ドラゴンとアーチャーの集団ですね。なおかつホーミング試合を解除できたので、これはかなりアーチャークイーンのストーン破壊からの処理ができるのではないでしょうか。外で援軍処理狙ってますね。真ん中に対空砲が揃った陣、かなり偏った陣ですね。さあこちらのポイズンとバーバリアンキングクイーンアーチャークイーンを使用しての処理ですね。ただドラゴンのヒットポイントが高い。さあその間に6時の方向からタウンホールを破壊するためのユニット出しでしょうか。いやこれはアーチャークイーンを倒すためだったんですが、でしたが、これは落とせないというところでしょうか。倒せてませんね。倒せない。さあここで空の展開、ラバハウンドエアバルーンを7時の方向から9時にかけて出していますが、これはラバハウンド天候すぎているか。さあ1陣に攻撃を受けていて、これは破裂してしまった。さあエアバルーンが対空砲を破壊したが、残りの2つ3つですね、破壊できるのか。さあラバハウンドもう残るは1体、対空砲残る2つ、残り2体ですね。2体ですね。はい。ただアーチャークイーンが倒せなかったのが非常にまずいですね。したことによって最後のラバハウンド投入しましたが、最後の対空砲が破壊できない。エアバルーンが対空に向いていない。向いていないですね。エアバルーンがついてきてませんね。ラバハウンドがダメージを受けてしまって、エアバルーンは大量に残っているが、これはラバハウンド耐え切ることができるか。ただバルーンの数がまだ相当いますね。これはいけるか。さあラバハウンド残り2体まだ生き残っていますが、エアバルーンが1箇所に固まってしまった。さあここで巨大クロスボウとアーチャークイーンからの攻撃が届いてくるか。さあエアバルーンが対抗最後落としきりますが、ラバハウンドがもういない。さあこれアーチャークイーンとの戦いになりますが、どうでしょうか。さあアーチャークイーンが1体2体3体4体と順々にエアバルーンを落としている。さあ巨大クロスボウを落としに至らず。さあこちらも前回なくなってしまったんですが、ラバパピーによってパーセンテージの稼ぎがあります。残念ながらフ
ファイター宮崎の進撃はここまで。残ったラバパピーが施設を削っていくが、さあ残り0秒というところで、さあテルイというから仲間たち、ファイター宮崎さんの攻めは星1つ獲得です。なるほど。さあ、いや早い、ちょっと早い。そうするんですね。ちょっとね、ファイターさん、残念でございましたけども。残念でしたけれども、いやもう言葉にもない。いやもうみんなの目が怖いです。後ろからでしょ。いや後ろからです。もう見れないですよ。見れないですけども。もうすぐスーツに着替えて。さあ、そして守り切りました田尾さん。はい、対空用の配置にしてたんで、それが刺さったかなと思います。いや良かったと思います。序盤6時の方向にいたアーチャークイーンをドラゴンで倒しに行くが、防衛側がこの展開を見越して隠しテスラを配置。これは落とせないというところでしょうか。倒せてませんね。倒せてません。アーチャークイーンを落とせなかったことが致命傷となり、結果的にバルーンを殲滅させられる始末。ファイター宮崎の攻撃は星1にとどまった。先鋒戦は3対1と群馬帝国遠征軍に軍配。一歩離された照井、追いつけるか。さあ、それではですね、先攻後攻入れ替わりまして、先攻は照井と愉快な仲間たち軍でございます。どなたが行くんでしょうか。地方、お、来ました。健生さんでございます。ありがとうございます。来ました健生さん。かなりちょっとあれですね。照井と愉快な仲間たちの時報は健生。カトゥーンの亀梨君を彷彿とさせるシュッとしたイケメンプレイヤー。健生さん、どなたを指名しますか。タンタンさん。おお、タンタンさん。来ました。唯一のヒゲプレイヤー。ヒゲプレイヤー。バーバリアン感ありますね。唯一のヒゲプレイヤー。お願いします。お願いします。群馬帝国遠征軍の防衛はリアルバーバリアンタンタン。どんなユニットでも使いこなせるオールラウンダー。健生さん、どうでしょうか。1戦目を見て。はい、1戦目落としちゃったんで、はい、まあ一番上落として勢いつけていこうかなと。なるほど。いやここが大事ですからね。大事ですよね。でも健生さんすごいですよ。なんでしょう。元カノがみんな可愛いっていう自慢がすごいんですよ。これはすごいですね。大きく出たなっていう感じ。元カノが全員可愛い。全員可愛いです。カンカンさんはちなみに元カノはどうですか。まあ可愛いかもしれないです。元カノはちょうど互角でございますけれどもね。はい。タンタンの村は空と陸どちらの攻撃も意識した陣。空で攻める場合は対空砲、陸で攻める場合はバーバリアンキングをどう処理するかが鍵となる。元カノが全員可愛いと豪語するイケメンはプレイスタイルもイケメンなのか。照井と愉快な仲間たち、時報健生の攻撃。レディーバーサー。さあというわけで照井と愉快な仲間たち、まあ2番手健生さんというところなんですが、実は健生さん元群馬帝国遠征軍というところで、これは裏切りの群馬帝国遠征ではないでしょうか。はい、まあ、裏切った先のねさら地取って彼女を作るのか。そうですね。非常に悪どいプレイヤーですが、さあこれはしっかりもう外のね、が展開されてますね。さあアーチャークイーンで周りの施設を破壊して、これは空のルートを作るっていうところなんですが、これはハイブリッドかなと思いますね。さあしっかりこちらゴーレムで各施設のターゲットを取ったことによって、アーチャークイーンがノーダメ、まあ少しダメージかかるけどノーダメージでタウンホールへ手をかけました。ウィザードからの攻撃も相まって、行いましたね。こちらしっかりパーセンテージを稼げたのではないでしょうか。その後にただ大役ローも発動してまいましたね。大役ロー発動したのですが、こちら対空砲を破壊できればいいという判断でしょうか。さあ援軍とアーチャークイーンの処理をウィザードとアーチャークイーンでしておりますが、ただクロスボウに対してターゲット取れてませんね。さあ巨大クロスボウがゴーレムを攻撃しておりますが、相手の
アーチャークイーンがまだ残っているというところで、そうですね、早めのラバブロの展開ですね。さあこちら早めにラババルーンを展開しましたが、ただ赤爆弾が出てきて、さあ太鼓残る太鼓も3つ、ラバーハウンドが2体でこちら耐え切ることができるでしょうか。もう1体破裂してしまいました。残り1体。さあエアバルーンを展開することでヘイスの状態で加速をしてウィザードの塔あたりを破壊していますが、ここの太鼓が落とせない。太鼓残り2個残った状態でのエアバルーンが、結構きついか。さあなおかつが残ってしまったらアーチャークイーンも非常に大きいですね。残っております。バーバリアンキング残っておりますが、こちらは太鼓がもう一つ残ってしまった。これはきつい。さあ外でバーバリアンキングがパーセンテージを稼いでいますが、こちらサラチはきついというところでしょうか。そうですね、クロスボウが残ってしまったのは非常に大きいかと思います。さあこちらパーセンテージ稼ぎに入りますが、この後アイアンフィストを使って相手のバーバリアンキングを撃破するも、最後は巨大クロスボウとスケートトラップ。さあ巨大爆弾でバーバリアンが通ることによって残るバーバリアンキングがここで落ちてしまうと。いやーナイスファイトでしたね。2戦目テレビと愉快な仲間たち、天聖さんは星2つの獲得になります。パーセンテージを伸ばしてますからね。ここまで行きました。どうでしたかね、こちら健生さん。いやちょっと思った通りにはいかなかったんですけど、やっぱさすが群馬さんの配置硬いですね。なるほど。硬いです。元群馬としても。はい。いやちょっとそこら辺痛いとこ疲れたなと。さあそれではちょっと解説の方よろしくお願いいたします。はい、今の対戦ですね、一つ健生さんがちょっとミスったかなと思ったらクロスボウの多分ターゲットをアーチャークイーンで取れなかったとこかなと思いますけども、この最後までこのクロスボウが残ったのが非常に響きましたね。空回しの、回し方もそうですが、残ってしまったところでバルーン投げてましたけども、それが、全て罠に引っかかって落とせなかったのが非常に大きかったかなと思いますね。最初にアーチャークイーンのロイヤルクロックは発動非常に早かったんですけども、はい、あれはミスかな。はい、ミスタップだそうですね。あれがあったからこそ残りね 5% を削りきれなかったのかなというところがあるんですが、やはりこの緊張感非常にきついんでしょうね。きついでしょうね。はい、ミスタップ一つで戦局が大きく変わってしまう。プランでは中央の対空砲を破壊しに行くはずだったアーチャークイーンが右にそれてしまい、中央への進撃に失敗。その結果残った対空砲によりバルーンが次々と落とされ 90% 以上の破壊率を獲得したものの全開はならず、ミスの許されない一発勝負というバーサスならではのシビアな状況に打ち勝たなければ全開を取ることはできない。さあ続きましては、こちら高校でございますね、群馬。さあどなたが出るんでしょうか。はい、私です。お、来ました。佐野丸さんでございます。大丈夫ですか、佐野丸さん。手めちゃ震えて手が震えてる。やばい、これはミスタップ佐野丸出るか。この反動で利用して、はい、その反動を利用してと。連射が効くということ。忘れて忘れて。自分のタブレットを忘れてきてしまって、一体何をしようとしてたんだろうね。武者震いが止まらない群馬帝国遠征軍の中堅は佐野丸。堅実なプレーで知られるゴレホグのエキスパート。さあどなた指名しますか。はい、ユタ14さん。ユタ14さんどうぞでございます。ユタさん、ユタさんですね。はい。ユタさんで大丈夫。ユタさんよろしくお願いします。テルイ軍の防衛はユータ。攻撃の天才と称されクラクラ界で一目置かれている敏腕プレイヤー。どうですかね、佐野丸さん、緊張の方があると言ってましたけども、ちゃんとイメージ練習したんで、なるほど、あとはもう実行するだけなんで。実行するだけ。手だけ見せていただいていいですか。これはね、結構勢いでタップできますね。そうですね。大事です。佐野丸さん、ポンタさんのブログを読んで始めたっていうぐらい。そうなん
なるほど。そうですね。ねと書いてありましたから。じゃあ憧れのチームに。憧れのチームに入ったってことでしょ。はい、もうずっと憧れで半年前からもう練習して入れたと。なるほど。それじゃあもう本当に思いが強いですからね。はい。勝ちたいなというところでございますけど、今のところねちょっとね分は悪いですけども、どうでしょうか、ゆたさん。そうですね、僕が信頼している人から配置パクってきたんですよね。なんか不敵な配置パクってきたんで。配置をパクってきた。さんが信頼してる人の配置を完全にパクってきた。完全にパクってきた。完全にパクってきた。だからその信頼してる人が負けるわけないし。なるほど。絶対に崩せないと。これは面白い。両方とも信頼するものがある戦いですね、これね。でもあれなんですよね。でもね、座右の銘が、はい、ゆうたさん。本当の敵は強い相手ではなく無能な身内であるってことで。その身内からパクってきたんですか？どうなんですかね。大丈夫ですか？大丈夫な身内から。大丈夫な身内から。あ、それだ。大丈夫ですよ。ファイターさんのことじゃないですから。行きましょう。それでは。そんなユータの村は2時のタウンホール側と8時の巨大クロスボウ側にスペースが空いているのが特徴。どちらかに隠しテスラが固まっている可能性が高い。この配置に対しゴレホグのエキスパートはどんな戦略で挑むのか。群馬帝国遠征軍の剣術派佐野丸攻撃。レディーバーサス。さあ皆さん、地方戦群馬帝国遠征軍佐野丸さんの攻めになります。こちら佐野丸さんゴレホグを得意としており、堅実なプレーが売りということなんですが、やはり緊張で手が震えてる。さあ5タップではないでしょうか。さあガーブルが出ました。これは5タップではないですね。で違いますね。これ大丈夫ですね。さあしっかりと範囲外から削ってますね。削っております。これはまあ静かなスタートというところでしょうか。さあここでゴーレムを展開。ゴーレム2体を同じ箇所から近くから展開しましたね。そうですね。さあそこでエアバロンス出しでしっかりこれは罠を解除。さあなおかつこれは最初は外の削りにかなり重きを置いた攻めではないでしょうか。さあウォールブレーカーを出すことによってこちら壁焼きはうまくいった。間違いなく来ましたね。きっちり来ました。水の削りも非常にうまいです。ラバハンド出てきましたが、ここはしっかりとアーチャークイーンを出して処理というところでしょうか。はい、しっかりアーチャークイーンがラバハウンドにたけりましたね。大丈夫ですね。さあバーバリアンキングも寄ってきましたが、こちらはしっかりラバハウンドアーチャークイーンとウィザードの攻撃によってさあ破壊しました。ラバハンドが外に展開しましたが、こちら冷静に処理。バーバリアンキングも展開していきます。バーバリアンキングもしっかり中入りましたね。大丈夫ですね。さあバーバリアンキングダンボーもスペースで中に入ったことによってこれアーチャークイーンを殴り倒した。さあエアースイーパーも破壊したことによってさあホールを展開。さあホブライダーが悠々と防衛説を破壊して回ります。その間にバーバリアンキングアーチャークイーンゴーレムは中をどんどん進化していく。さあホブライダーが死なない。さあ巨大爆弾でホブライダーがこれは集団が倒れてしまいましたが、まだまだ後続が続いております。さあ第2の巨大爆弾で削れてしまいますが、こちらまだヒールの呪文を残している。さあしっかりと防衛施設を破壊することによってまだゴーレムをターゲット取っている。さあアーチャークイーン向いてタウンホールに手をかけました。まだまだロイヤルクロークも残っていますから、これはしっかりとパーセンテージの稼ぎができます。ホブライダーまだ元気ですね。さあホブライダーの集団がこれは破壊からダメージを食らってしまっているが、まだヒールの呪文を温存している。さあロイヤルクローク発動してタウンホール破壊を優先しました。さあホブライダーここで分割しますが、ヒールの呪文を展開。しっかりこれはいきそうですね。ここでホブライダーが外に出てしまってバネットアップ閉じましたが、後ろに離れたホブライダーが戻ってきた。対空を破壊し、さあ残る対地の防衛施設アーチャークイーン。さあ最後の防衛施設大砲を破壊。さあ一発にアースを破壊しきりました。さあ残るは資源施設のみと。はい、これ周りを見てみましょう。周りのね角のね施設などをね見てみますが、全く問題なさそうですね。さあしっかり外をねウィザードを展開することによって防衛施設を破壊して資源施設を破壊しております。さあ残り43秒。ホブライダーも非常に移動速度速いですから、こちら間に合ったと言ってもいいですかね。間違いなさそうですね。大丈夫そうですね。さあなおかつポイズンの呪文を1個残した状態でのドヤポイズンするんでしょうかね。さあドヤポイズンとは最後にねドヤポイズンするんでしょうかね。さあ 94% 残り20秒というところで、さあ最後の施設に手をかける。さあ 100% ドヤポイズンはしないというところで、さあここさすがにねマナーの良さが見えましたね。はい、そうですね。さあ地方群馬帝国遠征軍佐野丸さんの攻めは星3つの獲得になります。はい、素晴らしい。震えたっぷ
ね。タップ冷静でしたね。でもね。見事ですね。いや嬉しいです本当に。いや最後ねもう使うんじゃないかっていうこともね、そういうことはしたくないとやっぱ最後の。そうですね、最後まで真剣勝負で。なるほどやりたいな。やっぱちゃんとね貯蓄を残す感じがね。やっぱり健全ですよね。人生設計がしっかりしてる。ちょっとゆうたさんどうですか。まあ防衛はもっとより期待してなかったんで大丈夫です。大丈夫。これ大丈夫。尊敬してたんじゃないんですか。全くそんなことないです。全くそんなことなかった。変わるな。さすがですね。変わるないうこと。序盤危なげなく壁を破壊しゴーレムを中に入れ込むことに成功。そしてバーバリアンキングをジャンプで進撃させ中央付近の施設を次々と破壊。さらに隠しテスラや巨大爆弾がある場所などダメージの大きいところでバランスよくヒーリングを打ちホグライダーの進撃を援助。さらに加えて資源施設破壊用に温存していたウィザードも活躍。隙のない実に堅実なプレーで佐野丸が雄太の村を全開した。これで群馬帝国遠征軍は2連続の全開で早くもダブルスコアに。このままあっけなく勝負が決まってしまうのか。さあ続いての中堅戦は先攻後攻また入れ替わりまして群馬帝国軍の攻撃でございます。さあということで群馬帝国軍中堅誰が行くんでしょうか。私です。なんと本田さんが中堅で登場。なんで安心のとこで出てくるんだ。類まれな文才からカリスマブロガーとしてその地位を確立した群馬帝国遠征軍のリーダーポンタ。さあそれでは誰を指名しますか。僕は嫌いなものが3つあるんですよ。ヤンキーと裏切り者とイケメン。おヤンキー裏切り者イケメン。さあ県政。全てを兼ね備えている。ましたねこれポンタさんの星3つを持ってる県政さん。こうなったらねポンタさんがボロボロに負けてほしいですね。群馬帝国遠征軍を裏切ったイケメンに対し敵意をむき出しにする仮面の男。新たな因縁の対決を前に意気込みを聞いてみると。ポンタさん自信のほどはどうですか。今順調にチームは分かってますけども。でもここで全開取っちゃったとつまんなくないかなってのはちょっとあって。すげえ保身が出てますね。そんなことないんで取れるなら取ってください。お願いします。お願いします。さあそしてちょっとねこれは因縁深いですけど県政さん。そうですね。まあうちのクラメンの自信がありげな配置パクってきたんで。またパクってきました。パクリ癖がすごいですね。そうですね。県政さん裏切るしパクるし。癖がもう。ただ元カノなんでしたっけ。みんな可愛いです。これだけでももう勝ってます。大事ですね。それだけで勝ってます。そんなことないでしょ。綺麗な奥さんかもしれませんよ。県政の村は6時方向にヒーローと巨大クロスボウが固めて配置されているのが特徴。このエリアをどう処理するのかに注目が集まる。果たして自分のクランから決別した裏切り者にリーダー自ら制裁を加えることができるのか。群馬帝国遠征軍中堅はリーダーポンタの攻撃。レディーバーサー。はい、さあ群馬帝国遠征軍、なんとリーダーポンタが保身を取って中堅で出てまいりました。さあ構成的にはゴレホグ、こちらも先ほどのね佐野間さんと同じゴレホグの構成ですが、こちらどうですか野田さん、ポイントとしてはどこら辺から出すのが。そうですね、これどこですかね。援軍とヒーローがかなり偏ってますからね。さあ6時の方からゴーレムを展開、さあゴーレムを2体展開してウィザードで施設を破壊して援軍を継ぎ出しております。さあアーチャークイーンも展開、レイジを使用してこれは勝利を優先しました。そうですね。さあしかしバーバリアンキングにゴーレムの少し流れて
ってしまいました。さあバブリアキングアーチャークイーンを展開してどんどんタウンホールを破壊して中に入ゴーレムが流れてしまった。これ大丈夫なのか。さあゴーレムが全員流れてしまってゴーレムとは違う方向へバブリアキングが流れてしまった。さあウィザードのアーチャークイーンが施設を破壊しておりますが、これは壁が壊せてないので外を回る構成になってしまいました。さあその間にホグライダーを展開、中の施設を壊していきますが、さあヒールが残り2つ。さあこれ巨大爆弾を踏んでしまうとカバーができるのか。さあタウンホールの方は破壊できずに、さあホグライダーが隠しテスラの森に導かれて外の回ってしまう。さあバネトラップのホグライダー数匹飛んでしまいました。さあ対空を破壊をしたところで、さあ大丈夫でしょうかね。かなりヒーリングも使ってしまってますね。さあホグライダーが中に1箇所に集まっていたところです。ヒールは残り1つ。さあこれ右側、いやかなりねホグライダー飛んでしまってるんでね。さあゴーレムが壁を殴っている。その間にアーチャークイーンが倒れてしまったことによってこちら3時多くのポイズが残っている。ホグライダーに最後のヒールを打ったことによって観客席もざわついておりますが、これは笑いなのか。さあホグライダーが中に入って、さあこれ巨大クロスボウウィザードのトス破壊できればいいのですが、さあウィザードの塔がゴーレムを攻撃しているところでウィザード破壊しきりました。さあホグライダーが巨大クロスボウに手をかける。巨大クロスボウさあ破壊できれば全開が見えてくる。さあ巨大クロスボウがさあバレトラップが飛んだが巨大クロスボウ破壊した。さあその間にもう残るボール数は何ということで1分20秒。さあ最後は闇の兵舎を破壊して、いやダークエクサポンプがそうですね、エクサポンプありますが、ただ1分ありますね。問題なさそうですね。さあホグライダー一体が倒し切りました。なんと保身をね、こうです出てきた群馬セブンエセフリーダーポンタが、いやー素晴らしい。星3つ獲得です。正直僕も久々に前回見ましたね。いや戦いの間中ね、そうですね、もうオーディエンスからずっといじられて違うよあんなに観客が荒れるとは思いませんでしたね。本当に。いやーガッツポーズが出ました。全開での勝利、3連続の全開でございます。そうなんですよね。どうですか健生さんこれ。いやまさか取られるとは思わなかったです本当にここで稼いどこうと思ってたんで。なるほど、ここでね全員がポイントをねちょっと取れるんじゃないかと思ってたところ、まさかのやっぱりイケメンへの恨みが半端ないですからね。そこがでかかったんでしょうね。さあそれではちょっと解説の方聞いてみましょう。よろしくお願いします。はい、皆さんも見ていただいた通りゴーレムが流れた時はね、笑いが起きたんではないでしょうかね。あれは狙いだったのか狙いじゃなかったのか、どちらなんでしょうかね。本当にね、絶対に全開にならないとこちらでも思っていたんですが、ホグライダーが非常に強かったですね。多分一番肝となったのは、流れたゴーレムが壁を殴っている時に、ウィザードの塔がゴーレムを攻撃していたんですよね。そうですね。あれによってホグライダーが巨大爆弾とかね、バネトラップでもね倒しきれなくて、最終的に最後の巨大クロスボウを破壊して全開というところで、非常にね運にも恵まれたんではないでしょうか。いや持ってますね。多くの笑いと歓声が上がったこの戦いをもう一度見てみよう。まずはいきなり慌ててしまったのか、スタートと同時に必要以上にウィザードを投入。そして本来ならここで用意していたウォールブレイカーで壁を壊しゴーレムを内部へ進めるはずだったのだが、さあバブリアキングアタックを展開してどんどんタウンホールを破壊して中にゴーレムが流れてしまった。これ大丈夫なのか。さあゴーレムが全員流れてしまって、ゴーレムとは違う方向へバブリアキングが流れてしまった。さあウィザまさかの出し忘れるという超イージーミスでゴーレムが右に流されてしまう結果に。この時点でもう全開はないと思われた。しかし後半奇跡の展開が。失敗して右に流されたゴーレムが盾となり、3時方向のウィザードの塔にダメージを与えていた。できればいいのですが、さあウィザードの塔がゴーレムを攻撃しているところでウィザードを破壊しきりました。さあホグライダーが巨大クロスボウに手をかける。これにより生き残ったホグライダーが簡単にウィザードの塔を落とし、一転して優勢に。ありますが、ただ1分ありますね。問題なさそうですね。さあホグライダー一体が倒し切りました。星3つ獲得です。運に恵まれたラッキーパンチが決まり、
ポンタ執念の星3を獲得。戦いになってしまいました。ありがとうございました。びっくりしちゃった。これでも本田さんがとにかくテンション上がってますから。そうなんですよ。このテンションの上がり方やっぱりラッキーで勝った感じしますね。当たったっていうね、感じはしましたけども、ちょっとね追い込まれてきました照井軍でございます。中堅誰が行くんでしょうか。はい。おお、来ました。さあこちらの方、ひろきさんの登場です。お願いします。照井軍の中堅はひろき。参謀的なポジションでクランを支える彼はこの群馬優勢の流れを断ち切れるか。誰を指名しますか。敵将いきます。お、本田さん。本田さんまたの登場でございます。ひろきさん、なんとかここは負けられないと。そうですね。意気込みどうですか。まあうちのリーダー当てるまでもないなも取ったんで。なるほど。はい。とりあえず僕が代わりにぶっ潰しておきます。ぶっ潰しておくということでございます。とにかく自慢が奥さんがクソ美人だと言って出ました。照井軍は美人が多いですね。本当可愛いとか。周りに美人がいっぱいいるんですよ。いるんですね。これでまたね着火したと思いますんで。やばいですね。やばいですよ。着火からのね、このラッキーパンチがありますからね。ラッキーポンタありますからね。そんなラッキーポンタの村は防衛設備が均等に設置されており、0時方向からの攻めを防ぐべく壁が陣の外側に配置されているのが特徴。果たしてこの男は照井軍のピンチを救えるのか。照井と愉快な仲間たち、中堅ひろきの攻撃。レディーバーサさあ中継戦照井というか仲間たちひろきさんなんですが、なんとターンホール11はすごいうまいんですがターンホール9は下手くそだと照井というか仲間たちの皆さんから声を寄せられていました。さあしかしこの重要な3戦目しっかりと星3つを取ることができるのでしょうか。はい、今回はヒーラー2体使ってますね。ゴレヒートという戦術ですね。ゴレでヒーラーをつけてきました。さあここでしっかりホーミングでタイト爆弾をしっかり処理していますが、これはパーセンテージ稼ぎプラス外の削り。そうですね、サイドカットですね。サイドカットで、ラバーハウンドとエアバルの道を作るというところで、これはベビードラゴンを使用してしっかり攻撃していますが、そしてウィザードとかわしたね今のウォールブレーカーも非常にうまいですね。さあゴレムが中に侵入したことによってアーチャークイーンがしっかりと防衛施設を破壊することができます。さあバーバリアンキングも投入して、これはヒーローの2人がしっかり中へ入りましたね。はい、ベビードラも非常にいい働きしてますね。さあ巨大爆弾も破壊して援軍を釣り出した。こちらもポリズンを使用しているのでこれは処理は早いぞ。ゴーレムにレージを合わせたことによってさあ対空砲の破壊も近づいている。はい、これはバーバリアンキングいいんじゃないでしょうか。バーバリアンキングが援軍に手を取られていますがアーチャーキングがしっかり破壊しきりました。さあスケルトンドラッグを破壊することによって、さあしかし対抗が一つ破壊できるまま残っております。そこでラバーハウンドエアバルーンを随時投入。さあアーチャークイーンはまだ元気に外回ってますね。破壊していますが、ここはラバーハウンドが中に入ってきたことによって対抗のダメージを一抜けでさあ割れてしまったがエアバルが対抗に手をかけた。アーチャークイーンの処理もできているのでこれはしっかりと中へ入っています。さあエアバルーンが対空砲を残り2つというところで、さあ最後残り1つになりました。ラバーハウンドが対抗にいける間にエアバルーンが破壊できるのか。さあラバーハウンド弾けてしまったエアバルーンが対空砲に近づいたが、これは一発には落とされている。さあこれは対空砲を落とせない。さあこれはおっとこれはアーチャークイーンも倒れてしまっているので、これはヒーラーがウィザードを1人寂しく回復していますが、さあこのウィザードヒーローを受けた状態でどれだけ破壊のパーセンテージを稼ぐことができるのでしょうか。そしてタウンホールが残ってしまってますんでね、星がちょっと稼げませんね。この距離からだとタウンホールは落とせないというところで星1つ確定というところなんですが、1分を残し残っているユニットはわずか。星1が確定という状況にひろきは星1つ 71% ということで地獄や。照井というか仲間たちとしては非常に痛い。これは痛いですね。今一言地獄やという声も漏れました。さあ残り0秒というところで、照井というか仲間たちひろきの攻めは星1つ獲得です。さあ
なかなか厳しい戦いになりました。そうですね。中堅戦もさあどうですか、ひろきさん。もう一回最初からやり直していいですね。やり直しは効かないのがこのバーサスなんでございますね。悔しいでしょうけども。いやすっかり冷静じゃないですか本田さん。どうしたんですか。勝った感がすごいですね。戦ってないのにちょっと僕もイラッときましたね。ここまでのところ群馬帝国遠征軍は緻密に構築されたプランをベースに天運も味方につけ、まさに追い風状態。3人全員が全開を叩き出し、星の数は最高となる9つを奪取。一方照井と愉快な仲間たちは徹底的に対空対策がなされた陣に苦戦し、全開どころか2人が星1という残念な結果に。現在9対4と群馬帝国遠征軍が圧倒的にリード。後がない照井軍は一矢報いることができるのか。さあ続いては副将に移りたいと思います。先行後攻入れ替わりまして、続いては照井と愉快な仲間たち軍の先行となります。さあ誰が行くんでしょうか。はい、お、来ました。来ました、ゆうたさんでございます。頑張っていただきたい。先ほどはね、そうですよ、攻撃がいいっつってました。そうですよ、守りじゃね、俺は攻めだということでございましたが、どなたを指名するんでしょうか。ファントムさんで。ファントムさん、お願いいたします。お、登場しました。ファントムさん。こう見えて野菜が食べられないんですよ。そうなんですか。好きそう。すげえ食べそうなのに。野菜が食べられません。野菜苦手なんですね。それだけが弱点でございます。逆ベジタリアンのスリム男子ファントムは今回群馬帝国遠征軍の配置を全て自作している防衛のスペシャリスト。ゆうたさんどうでしょうか。そうですね、はい、僕が前回取らないとね、この試合終わっちゃうんで、絶対取りたいと思います。絶対取りたい。攻撃には絶対の自信がありますからね。そうですね。攻めていくということでございます。さあそれでは選ばれましたこちらファントムさん。はい、初登場でございますけど。はい。どうでしょう。僕配置作るのが好きで、結構今回に向けて結構固くしてきたので。なるほど。オリジナルで作ったので絶対に全開されたくはないですね。なるほど。さすがですね。とにかく上手い人をパクったっていうこっちのチームとオリジナルで作ったから絶対に壊れたくない。どっちでもいいんですけどね、別にね。でも愛情が深いんですよ。なるほど、そういうのもあるかもしれません。なるほど。そんなファントムが熟考して作った村がこちら。空の攻撃を得意とする照井軍を意識し、ヒーローと対空砲をタンクと火力でしっかりと守っているのが特徴。クラクラ界で攻撃の天才と称されるユータはこの群馬最強配置をどう攻略するのか。後がない照井軍最強の矛と群馬帝国遠征軍最強の盾が激突。レディーバーサさあ4番手トゥルチーカの仲間たちゆうたさんの攻撃なんですが、実はゆうたさんはぐれメタルの城と呼ばれるクランのリーダーとなっていて、他のクランからの参戦になります。はい、名門クランですね。非常に対戦が強いクランとして有名ですね。さあもうすでにフリーヒーですね。フリーヒーアーチャークイーンとヒーラーを大量に投入したことによってアーチャークイーンがダメージを少し受けても倒れない形式ですね。さあ外リザードとアーチャークイーンとヒーラーでしっかり破壊して、ベビードラゴンとガーゴイルも低下したことによってしっかりとラバーハンドとエアバルーンの経路を確保しております。さあしかしポイントとしてはこのアーチャークイーンレベル25落とせるかっていうところなんですが、そうですね。さあアーチャークイーンここ遠いですが勝ち合いますかね。まずは入れていくんでしょうね。この中にね、多分大砲のところ開けていくんじゃないでしょうか。さあここでアーチャークイーンが、ダメージを受けたそばからすぐヒーラーが回復してくれてますが、大砲一発なんて食らってないようなもんだと。さあウォールブレーカーが1体出ませんでしたが、さあこれはバネトラップの解除を見せて、しっかり開けましたね。うまいですね。さあこれによってアーチャークイーンが中に入りました。レイジを駆使して回復量を上げたヒーラーが
アーチャークイーンを落とさせまいとヒールで回復している。これは削れない。巨大クロスボウで連続で攻撃を受けていますがヒットポイントが減らない。これはしっかりとアーチャークイーン同士の対決まで持ち込んだ。レベル差10ありますがこれはロイヤルクロークを駆使すれば落としきれるんではないでしょうか。打ちましたね。大丈夫そうですね。さあポイズンも移してロイヤルクロークを使わずしてアーチャークイーンを落としました。これ非常に空のプランが楽になってきたというところではないでしょうか。しかしここは残り時間との戦いになってきます。さあここで援軍釣り出しをさらにレイジを駆使したクイーンとヒーラーで倒していきますが、はい、しっかりクロック駆使して倒しましたね。さあ残り時間残り1分30秒ですがバーバリアンキングを投入してしっかりパーセンテージキャスに始めました。さあここでソーラのパート投入、ラバーハンドとエアバルを随時投入してきました。ラバーハンドがしっかりとダメージを全て受けています。さらにクイーンがしっかり対空砲を潰しましたね。これうまいです。非常にうまいです。中に入っていく。さあクイーンもうキングも生きている。さあそこでエアバルーンが対空を1つ2つと破壊していく。残る対空は残り1つ。対空を全て破壊しきった。さあここでソラバードが攻撃を振るぞ。これはうまい。そしてクイーンもまだ生きている。さあ残る対空移設はアーチャータワーのみ。これは前回いったでしょう。間違いないでしょう。さあアーチャー君もロイヤルクローク使用しましたがまだヒーラー回復していく。なおかつこれはうまいですね。いますがこちら残り48秒。エアバルが非常に多く残っているのでこれは全開いきましたか。間違いないですね。さあもうラバーハビンをね心かしこに散らばっているのでこれは時間を気にせずさあアーチャー君に倒れてしまいましたがこれガードエルが問題なしでさすが天才ユータですね。はい素晴らしいです。さあ踏みとどまりましたねここでね。そうですねゆうたさん。一応リーダーとして別のクランですけど、出てもいるのでそのクラメンの分まで。なるほど。はい気合が入ってた。もう危なげなかったんですけどね。そうですね。もうラストのそれでオリジナルでどうなんですか。臨まれました。大変でした。ちょっと悲しいですね。野菜食べてくださいよもうちょっと。ちょっと栄養のバランスが悪かったんじゃないですか。取った方がいいかもしれませんね。最強の守りを打ち砕いた天才の攻めをもう一度詳しく見てみよう。まずはヒーラー5体をつけたアーチャークイーンを進撃させ危なげなくウォールブレイカーで壁開けに成功。そしてここからレイジの使い方にポイントが。全て入りの、レイジの使い方で全て決まったかなと思います。非常にレベルの高いアーチャークイーンを相手するときに非常にヒットポイントのコントロールが難しいんですけどもそこを全てね計算づくでいかれたのが非常にうまかったです。そしてこのままアーチャークイーンが中央左手の対空砲を破壊しそこでエアーバルーンが対空を1つ2つと破壊していく。残る対空は残り1つ。対空を全て破壊しきった。さあここでソラバードが攻撃を振るぞ。ヒーローを含む多くのユニットを残した状態で防衛施設を全て破壊。まさに天才と呼ぶにふさわしい圧倒的な攻撃でテルイ軍初の星3を獲得した。さあ続きまして高校でございますね。群馬帝国遠征軍副将どなたが行くんでしょうか。はい。おおファントムさん。さあ出ましたファントムさん。さあファントムさんは一体誰を指名するんでしょうか。ひろきさんで。おひろきさんお願いいたします。さあファントムさん前回いただきましたけど、攻撃はそうですねもうプランは決まってるので、あとは予定通りいったら全開です。いけるんじゃない。とにかくひょうひょうとしてますから。そうですね。勝とうが負けようが関係ない顔してますよ。確かにあんま表に出ないですよね。負けた時も本当白状してました。あんなに愛していた城が壊されたので。確かに。ヒロキの村は巨大クロスボウが広いスペースに配置されているのが特徴。空、陸、どちらで攻められてもこのクロスボウだけは最後まで残るように設計されている。あらゆる攻めを知り尽くした守りのスペシャリストはどんな攻撃を見せてくれるのか。群馬帝国遠征軍副将ファントムの攻撃。レディーバーサス。さあ4番手群馬帝国遠征軍ファントムさんの攻めなんですが非常に努力家というところで攻めもうまいと
なおかつ先ほどね全開されてしまったんですが、補足情報としましては、なんと今回のね対戦相手ほぼ全てファントムさんが作ったとそうなんですか。いうところですごいですね。非常に防衛のねスペシャリストというところもあるんですが、さあ攻めはどうなんでしょうか。しっかり外をまず破壊してゴールも展開してゴールきました3編成ですかね。援護に何が入ってるんでしょうかね。メインの構成としてはやはりラバーハウンドとエアバルーンというところなんですが、そうですね。これはパーセンテージ稼ぎや経路稼ぎにしっかり重きを置いたゴーレム3編成というところでしょうか。はい、これはジャンプで入ってきますね。さあジャンプでゴーレム2体を、さあ3体も投入しました。これは3体が一気に中に入る。援軍も釣り出してきました。さあ援軍にこれゴブリンがいるんですが、これ攻撃速度が速いというところで、はい、ポイズン若干遅れましたが、これは大丈夫でしょうか。さあまだ相手のベギードラゴンもダメージを与えてますが、こちらバーバリアンキングアーチャークイーンまだまだ無傷です。さあバーバリアンクイーンが少し先行しましたが、ゴーレムがしっかりターゲットを受けているので、アーチャークイーンはまだまだ無傷。さあしっかり中に行って相手のアーチャークイーンにダメージが入る。バーバリアンキングがアーチャークイーンを殴って落としきった。はい、大丈夫そうですね。さあこれアイアンフィストを発動。さあロイヤルクローがまだ発動していない中でも中を破壊していたところで、ラバハウンドとエアバルーンを指示の方向から展開。こちら非常にスムーズに中に入っている。はい、ただテスラの森が出てきましたね。こちら大丈夫でしょうか。こちら経路がずれてしまうと怖いのですが、残る対抗は2つ。こちらアーチャークイーンとバイラーキング対抗残り1つ破壊できず、さあこちらラバハウンドがダメージ受けないで対抗1つ破壊、残る対抗は1つ。さあラバハウンド弾けてしまいましたが、残るユニットはエアバルーンのみというところで、ここで対抗からのダメージで1発2発とエアバルーンが1体2体落ちていきます。さあ対抗に手をかけましたが対空を破壊しきりました。しかしリザードの塔に集まったエアバルーンがダメージを受けてしまっている。さあ残ったエアバルーンで裏の処理をしていますが、こちらエアバルーンで倒しかられてしまいました。さあビズでパーセンテージ稼ぎをしますが、こちらはタウンホールを取れるかどうかですね。ただ迫撃熱さあここによってリザードが卓撃砲にあと1発2発か。さあ残り1ポイントは残り少し、最後に攻撃しまったことによってタウンホールを落とせず、これはウィザードの角度間違えましたかね。さあラバパピーとガーゴイルが施設のパーセンテージ稼ぎをしておりますが、こちらタウンホールの方までは届かない。やはりウィザードの塔が残っていることによってもうガーゴイルであったりだとかアーチャーは近づけない。さあ最後のベビードラゴンも巨大クロスボウとアーチャー頭からはウィザードの塔から足を運ばれてきてしまって落ちきりました。さあタウンホール戻せず。さあ群馬帝国遠征軍ファントムの攻めは星1つとなります。ありがとうございます。さあということで、やりましたひろきさん。回取ってここからもらったんですけど、もう星1ゲラ赤いと最高ですね。最高の勝利だったということでございます。さあそしてファントムさん、なんで前回取れなかったかちょっとわからんって。じゃあちょっと解説聞いてみましょうか。解説聞いてみましょう。聞いてみましょう。最初やはりその入りは非常に良かったんですけども、やはりポイズンがね遅れたことによって、かなり陸部隊が削られてしまってますね。この辺がその陸部隊伸びなかったところかなと思います。どうしても対空砲ねもう一本降りたかったんでしょうけども、最初の、ポイズンの位置かなと思います。あとやはりそのテスラの位置非常に良かったですね、防衛の方ですけども、そこでねかなりねユニットが削られてしまってますのでね、そこがポイントだったかなと思います。どうですか、どうさん。先ほどからね最後の対空砲がね一つ残って削りきれないという場面がね多いですね。両チームともあるので、やはりその対空砲一つを折り切れるかっていうね、プランニングの精密さが問われているのでしょうかね。はい、そうですね。タイミング一つですからね、本当に惜しいアタックだったと思います。ということで副将ファントムの攻めは星1。なんとか一矢報いることに成功したテルイ軍、残り2戦で追い上げることができるのか。それでは大将戦移りたいと思います。先行は群馬帝国遠征軍からでございます。さあどなたが行くんでしょうか。来ました。さあランタンさんが登場でございます。さあ大将でございますね。さあどなたを指名しますか。大将のやすさんで。やすさん来た。やすさん登場でございます。初登場ですね。そうですね。満を持して登場。大将戦の防衛は照井と愉快な仲間たちリーダーヤス。どうですか、先ほどはね、見事に守ってましたけれども、攻撃の方はそのまま行きたいと思います。この勢いで行きたいということでございます。とにかくお菓子が大好きでございますんでね。そうなんですね。あのひげに生クリームがつくとこ想像しちゃいますよ。いいですね、お菓子が甘いものが好きなんですからね。買って美味しいケーキ食べたいところでしょう。そうですね。そして守りいきますリーダーやすさん、どうでしょう。
まあ守るんじゃないですか。守るんじゃないこれは。守んないと勝てないでしょ。そうですね。そうですね。俺が悪かったです。すいません。すいません。とにかく全開されたらかなりまずいですから。そうですね。僕は守りたいところでございます。守りたいところではあります。リーダーヤスが用意した村はタウンホールが陣の外側に出ており、12時方向にヒーロー、対空砲、巨大クロスボウなどの重要施設が固まっている。群馬帝国遠征軍はこの村を全開できれば勝利が確定。リアルバーバリアンが早くも試合を決めてしまうのか。群馬帝国遠征軍大将タンタンの攻撃。レディーバーサス。さあ群馬帝国遠征軍大将タンタンさんの攻めなんですが、非常に空が得意なプレイヤーとして知られているというところで、オールラウンダーですね。本当にね、何でもできる方ですね。ただ非常にね話すのが苦手で緊張しやすいということなんですが非常に勝負強いというところで、まあ、緊張はするがしっかり決めてくれるというチームメンバーからの熱い信頼がありました。さあここはしっかりエアバルーンとウィザードの展開で施設の破壊とトラップの解除をしております。うまいですね。さあここゴーレムを展開してウィザードによって悠々と外の周りの施設を破壊しております。こちら編成としてはやはり空編成、ラバーハウンドとエアバルーンをメインとしております。今回多いですね。そうですね。本当にこのハイブリッドという戦術なんですが非常に多いですね。やはり空が今非常に強いので、この編成非常に多くなってます。さあ周りの施設対空砲まで手が届いていないんですが、こちらどのようにプランニングしていくのでしょうか。さあゴーレムが頭を上げてゴーレム2体が中に入っていく。これは対空砲2個を破壊するプランニングなのか。そうですね。3本狙っているんじゃないでしょうか。さあ援軍ガーゴイルとエアバルーンが流れてきた。これポイズンを使用したことによってスケルトントラップとガーゴイルは処理しきれたが、エアバルーンさあどうなる。さあアーチャークイーンがしっかりとダメージを与えていますね。非常にねこの強い援軍ですね。さあネクロマンサーが破壊しきりましたね。大丈夫ですね。このさあしかし巨大クロスボウの攻撃からアーチャークイーンが出ている。さあロイヤルクロークが発動した。さあこれギリギリ間に合ったぞ。大丈夫ですね。破壊してこれはそうというのはプラン通りではないでしょうか。しかし元気ですね。こちらラバーハウンド2体これ固めて出しましたか。さあこれはさあ対空トラップが全て一心抜けている。スケルトントラップも全て対空しようというところでラバーハウンドが先行しているのですが、ラバーハウンド1体弾けてしまった。さあラバーハウンド全て弾けてしまった。ラバーがもういないですね。さあエアバル展開していきます。対抗残る2つ、これ受け切れるのか。さあウィザードの塔のダメージも一心抜けてしまう。ヒールの呪文はないというところで、これ対空砲のダメージが一発2発とエアバルが落ちている。さあ対抗残り最後に1つになりましたが、これ間に合うか。さあ破壊しきった。さあ残る対空技術はアーチャータワーのみというところで、そうですね。こちらいや巨大クロスもありましたね。プラスクロスバーゴーレムが受けています。さあゴーレム倒れたことによってさあエアバルが受けてしまいますが、これはアーチャータワーが間に合うか。一発にやつ。さあ残るエアバレルは一体落下ダメージで落下ダメージ、いや通常のダメージ落ちました。さあエアバル空からバーバリアンキングを狙っています。これはバーバリアンがうろちょろしてエアバルとしても非常に困惑しているんじゃないでしょうか。さあ残り42秒、これは残るユニット数が少ない。さあ9時のユニットでパーセンテージ稼ぎをしているが、これは残り時間が非常に厳しい。そうですね。30秒ですね。さあダウンホールも残っているが、アーチャーがこれ残り27秒で落としきれるのか。ダウンホールのヒットポイントかどうかですね。これを落としきることができれば星2はほぼ確定というところなんですが、アーチャー3体のパワーで残り20秒落としきれるのか。微妙なとこですね。さあパーセンテージは刻一刻と伸びていますが、一番大事なのは星の数。そうですね。これですね。本当にさあ本当エアバルが来てほしかった。残り6秒、アーチャーさんが懸命に弓矢を打っていますが、残り2秒、これはダウンホール落とせず。これは面白い展開になりましたね。さあ群馬帝国遠征軍大将タンタンさんの攻めは星1つの獲得となります。タンタンさんどうでしたか。悔しいです。悔しい。星一つ。さあ守りきりましたヤスさん。はい、これ自分で作ったやつなんで、これラルとは違って。なるほど。こいつそんなめちゃめちゃチームワークありますね。言わなくていいんですけどね。いやでもね見事に守りましたね。さすがリーダーでここでございます。踏ん張ったのはねやっぱさすがリーダー。ね、すごいねこれ。いやーすごい戦いになりました。序盤ゴーレムとヒーロー2体をうまく進撃させ援軍と対空砲を破壊。
空軍を阻む要素を取り除いたところでラバハウンド2体を投入。しかしラバハウンド2体、これ固めて出しましたか。さあかなりテスラが固まっている。さあ対空トラップが全て一瞬抜けている。スケルトントラップも全て対空しようというところでラバハウンドが先行しているのですが、ラバハウンド1体弾けてしまった。さあラバハウンド全て弾けてしまった。本当ラバがもういないですね。ヤスは空の攻撃を予測してこの地帯に対空爆弾ホーミング対空地雷を全て固めており、その集中攻撃を浴びたラバハウンドは早々に殲滅。その後残ったバルーンがなんとか防衛施設を全て破壊するが、残り6秒、アーチャーサンデーが懸命に弓矢を撃っていますが、残り2秒、これはダウンホール落とせず。これは面白い展開になりましたね。タウンホールを落とせないまま時間切れ。空の攻撃を読んでいたヤスの仕掛けに阻まれ、タンタンの攻撃はあと一歩のところで星1にとどまった。どう愛ちゃん、ここまで。いやもう興奮しちゃって。そうですね、やっぱ本当にすごいですね。最初のこうね、お祭り気分からちょっともう真剣な戦いになってきま顔がしたね。変わってきてるからみんな一進一退ですよね。最初すごい勢いで進んでたと思ったら、スクマ帝国軍がそうですよ、もう徐々にテルイ軍が来てますからね。追い上げてますからね。さあそれでは大将ヤスさん、どなたを指名しますか。佐野丸さんで。佐野丸さん、おめでとうございます。よろしくお願いします。そうですよ。佐野丸さん。佐野丸さん来ました。すっかりもう腕止まったんじゃないですか、震えは。ね。そうですね。あ、止まりました。もう止まってから。一回見せてもらっていいですか。あ、若干震えてますね。若干。さっきよりはだいぶ。そうですね。そうですね。落ち着きましたかね。はい。さあ、そしてヤスさんどうでしょう。はもうこれはもう取らんとね。ダメなんで。そうですね。対象としてリーダーとしてはい前回を取りたいと取らせてもらいます。佐野丸の村は壁の仕切りが比較的少ないのが特徴。4つの対空砲も外側に散らばって設置されており、ウィザードの塔とアーチャークイーンが対空砲を守る形となっている。アドバンテージはこの時点で星4つ。この大事な局面で皆殺しが実現されるのか。テルイ軍の棟梁が満を持して出陣する。テルイと愉快な仲間たち、大将ヤスの攻撃。レディーバーサス。さあ挑戦テレビから仲間たち、ヤスさんの攻めになります。なんとヤスさん、今話題のミックスクランクレイジーモンキーのテルイの Y 君ことヤスさん。はい。今回のクイヒラバルですね。はい。こちら今非常にいい星のね競い合いになっているので、ここはしっかり星3つ取りたいところなんですが、はい。まずバーバリアキングで削り入ってますね。さあバーバリアキング削り、まだアーチャークイーンは出さないというところですね。さあウォールブレーカーで経路は確保できなかった。残るウォールブレーカー7台ということで、これは問題なさそうですね、対数的には。さあバーバリアンキングをアイアンフィスト発動で中に入れていきますが、さあ援軍はラバハウンド、これはアーチャークイーンの足止めになるんですが、これはバーバリアンキングなので関係ないというところでしょうか。そうですね、アーチャークイーン倒せましたね。大丈夫そうですね。さあこれでソーラーの一番の強敵アーチャークイーンを倒すことができました。ここでアーチャークイーンにヒーラーをつけて、こちらまたクイーンヒーの縫製ですかね。はい。ラバハウンドがターゲットを取っているんですが、これは大砲1体じゃアーチャークイーンを倒しきれないというところで、これは安全に処理ができるというところですね。はい、問題なさそうですね。さあこれ早打ちレイジを発動、これは時間を考慮しての、時間考慮してですね。さあしかしレイジを駆使してもラバハウンドがやっと割れた。さあラバハティは一発一発仕留めていますが、これはレイジの効果が切れてしまう。はい、残り2分ですね。さあ少し遅れてアーチャークイーンが中に入りましたが、これ対空まで届きますかね。問題なさそうですね。しっかりクイヒは入ってきそうですね。さあこれも首に入ってきます。さあレイジをさらに投入。こちらはアーチャークイーンにしかかかっていないので処理を優先してですかね。ただこれクイーンがちょっと出て、大丈夫そうですね。戻りましたね。しっかり進路経路を確保しておりました。さあアーチャークイーンが中に入ってゆっくりゆっくりと対空砲へ近づいています。さあ対空に手をかけた。これは一つ。さあこれレイジ3つ目投入。かなり奥目にかけますね。さあ非常に攻め気の強い処理です。さあここでラバハウンドを12時の方向から投入。
さあしっかりトラップを受けて対抗の攻撃でエアバルーンを展開していきます。はい、ただバルーンに、クロスボウが投げられてしまってこの辺がポイントさあこれ対かなと思いますね。空トラップスケルトントラップしかし全てこれは対空仕様ですね。これは対空トラップによってエアバルーンが落ちてしまった。さあ残るラバーハンドは2体、残る対空砲が2つ、これはまた対空砲1つを削れるかの勝負になります。さあエアバルーンがしっかり周りの施設を破壊していきます。ラバーハンド耐えきれるか。スケルトントラップ対空仕様がエアバルーンを1つと落としていきます。さあラバーハンド全て弾けてしまった。さあ対空を全て破壊しきりましたが上へ集合した。さあ残る対空施設はアーチャータワーのみですね。なおかつアーチャークイーンが残っております。さあヒーラーが回復しているアーチャークイーンがこれは悠々と全ての施設を破壊し尽くす。問題なさそうですね。さあエアバルーンが最後の対空施設アーチャータワーに手をかけました。最後の対空施設アーチャータワーを落としきり、これは全ての防衛施設を破壊しきりました。はい、大丈夫そうですね。しかし残り28秒、ラバーパピーが散っていますが、これはタウンホール手届けますかね。はい、周りをちょっと見てみましょう。全く問題なく、ただここに大工小屋がありますが19秒20秒ですね。さあ残り1秒でね大工小屋が落としきれないこともあるんですが、これはエアバルーンが多く残ったことによってしっかりと残り10秒、ラバーパピーが最後の大工の小屋を落とし切りました。さあリーダーの意地を見せたテルテクの仲間たち、ヤスのセレは星3つ獲得です。ありますね。さあ今の全開をもう一度見てみよう。まずはバーバリアンキングを内部に入れて空の天敵となるアーチャークイーンを撃破。そしてここからは9時の方向からクイヒーで進撃。ここでヤスは独特なレイジの使い方を見せることに。レイジのかけ方は非常に独特なかけ方というか、クイーンにかなり奥めにかけて、常にクイーンの攻撃力をねマックスで行うようなかけ方でしたね。レイジを3つ打つっていうのはなかなかできない判断なんですけど、あれがあったおかげで残り10秒以内に全て破壊しきれたというので、結果的にあれが一番そうですね効果的だったのかなっていうのがありますよね。あそこでレイジ3つ使ったのはプラン通りなんですかね。プラン通りですか。プラン通り強気のレイジですね。素晴らしかったです。クイーン1体にレイジ3発を立て続けに撃つという強気な戦法で空の道を作った後は、一気にラバハウンドとバルーンが攻撃を開始。防衛側も対空爆弾と隠しテスラで応戦するが、アーチャークイーンが序盤に無傷で大量の施設を破壊したことで空の進撃を止められない。元ヤンキーのヤスが教科書には載っていない実にアウトローな戦術で見事全開をもぎ取った。さあ、皆さん皆殺し成功ということでございますけど、もう意地ですね。意地ですと言っております。さあ9対4と圧倒的な差をつけられた照井は副将戦で攻撃の天才ユータを投入。緻密で華麗なプレーを披露し、照井軍初の星3を奪取。続く大将ヤスはプレイスタイルがまさに喧嘩。ストリートファイトさながらの強気な攻めで堅実プレイヤー佐野丸の陣を力ずくで全開させた。一方全開を連発していた群馬帝国遠征軍は照井の逆襲にひるんだのか、あと一歩のところで思うように攻めきれず、副将戦大将戦ともに星1という結果に。ここに来て照井と愉快な仲間たちが大幅な追い上げを見せ、得点は現在11対10のわずか1点差。果たしてこの接戦を制し栄光と10万エメラルドを手にするのはどちらのクランなのか。勝敗の行方はファイナルアタックに託された。点差が、低い方からということなんで、照井と愉快な仲間たちから代表者1名が攻撃で登場でございますと。誰が行きましょう。はい。お、ここに来てゆうたさん登場でございます。代表はゆうたさん。前回取ってますからね。そうですね。群馬帝国遠征軍は誰が行きますか。はい。お、ファントムさんが登場でございます。ファントムさん。さあさあさあ。
ヤスさんが出てくるかなとも思ったんですけど。そうなんですね。違ったんですね。もううちの唯一の秀才なの。唯一の秀才。頭脳なんで。唯一のブレーンだと愉快な仲間たち。なるほどね。いうことで登場ということですね。でポンタさん。そしてポンタさん、あんなに余裕ぶってたのにかなり追い詰められてますけど。勝ったと思ってたんですけど、ちょっと今どうなるかわかんないですね。いや、知ってますよ。すいません。そうですね。みんなと同じ気持ちです。なんであの時あんな勝ったと思ったんですかね。だとしたら。ね、あの時の自分殴りたいですね。群馬帝国遠征軍最後の村はほぼ左右対称に壁で区切られたシンプルな陣。空陸を問わずどのような攻撃でも受けられる工夫がなされている。この配置見た時に正直一番簡単だなって最初見た時に思ったの。パッと見この食い火こうやって日本勝利してクロスボウ折れんじゃんみたいなのが多分こうでが多分一番楽だなって思ったんだけど、多分ここに来た時にクイーンがこの AT の距離感的にこっちじゃなくてこっちに行く。ああ、外からも打てるからその大工くるって回っちゃうと思う。不安要素あるからこっちのルートをやめようということでここからスタートします。決まったやばいやろね、これでも決めてえな。いけるいける、余裕だよ。多分行くと思うんだね。雌雄を決する重要な一戦。唯一の秀才の目論見は当たるのか。ヤンキーの底力を見せろ。照井と愉快な仲間たち、ファイナルアタック。レディーバーサス。さあ泣いても笑っても最後の攻めてるというか仲間たち、ゆうたさんの攻めになります。おっとまた均等陣ですね。さあ編成的にはこちらはまた食い火という編成ですかね。そうですね、食い火のこれは援軍に何が入ってるかがかなり注目ですね。さあ削りはどの方向から出していくのか。ゴールブレーカーも10体非常に多い編成になってます。対空砲がねしっかりと均等に散らばっているので、これはできればアーチャークイーンの処理をしっかりしていきたいところですよね。そうですね。さあアーチャークイーンとヒーラーはこちらは5時4時の方向から出しました。さあこちらはしっかりと処理していますね。さあその間に四方にあった大工の小屋をガーゴイルで処理、なおかつ鉱山を銀鉱山をガーゴイルでも処理しているので、こちらはアーチャーですね。アーチャーでも使って処理しているので、これはいい軽量作りができているんですかね。そうですね、かなりうまく削ってますね。周りを破壊することによってバーバリアンキングの流れ道ができるということですかね。はい、そしてヒーラーをね角度つけて出した方向にしっかり運べているので、これは食い火のねルートしっかり確保できたものだと思われます。さあヒーラー、さあボールブレーカーで経路をしっかり、さあ穴は開いた、しっかり開きましたね。問題ないですね。うまいですね。クイーンが中に入ろうと、さあ中に入りますかね。これは間違いないでしょ。問題ないですね。さあ迫撃砲も破壊したところでガーボイルがしっかりとエグサ本部を破壊して中に入りました。さあこの間でしっかり9時の方向ではトラックの破壊を試みています。さあ対抗を1つ破壊してレイジを押し寄せるアーチャークイーン同士の殴り合い、レベルは均等です。さあ、そしてしっかりボールバーから穴開けましたね。うまくいきました。さあこれでバーバリアンキングを投入して周りの処理、流れないような処理をしています。さあゴーレムを投稿して、これはウィザードとゴーレムでもう周りのこれ相当うまいですね。このウィザードとバーレムゴールブレーカーがですね。トラップの処理をして、さあゴーレムが壁を攻撃することになったんですが、これはもう役割を果たしたと言ってはいいですかね。そうですね、しっかりこの中に入れるためのさあラバーハウンドにアーチャークイーンが手を取られているが、スケルトントラップがヒーラーを少しずつ削っている。ただこれ問題ないですね。5体つけてますからね。さあポイズンの呪文を駆使して、こちらラービーの処理うまくいきました。さあゴーレムはこの間に中に入っていて、バウラーキングが一個一個ともう一度破壊していく。さあジャンプの呪文を駆使してバウラーキングが行ったり来たりしていますが、これはうまく対空を破壊しました。残る対空を残り1つ、ここでソラパートの投入です。はい、ラババルですね。来ましたね。やはりラバ入ってましたね。さあラバハンド1体の投入になりましたが、これはしっかりとトラップを受けている。さあこれは対空を1つ破壊できればいいんですが、ラバハンドがはじけた。ただしっかりバルが出てますね。エアバル、大量のエアバルで最後の対空を破壊しきった。残る対空移設は隠しているとアーチャータワーと巨大クロスボウ。さあエアースイーパーも破壊し、残る対空施設は巨大クロスボウ。エアバルの集団が巨大クロスボウを破壊し、
が生きていくことによってこちらの攻撃 9% は確定で取れると。はい。さあ残り27秒、悠々自適と星3のはい、素晴らしいソロの旅ですね。うまいですね。さあこの星3を決めたことによって、残り次の最後の攻めで勝敗がほっとした顔してますね。ほっとした顔してますね。さあテルイと愉快な仲間たち、もう攻めはないですからね、これであとは守りで待つのみですね。さあテルイというか仲間たち、ゆうたさんの攻めは星3つ獲得です。最高の展開になりましたよこれ。本当にほっとした感じだもんね。ゆうたさん。そうですね。前回取るの知ってたんですけどね。終わった後はね。さあ素晴らしい。よかったっつってたからね。さあということで全開させられてしまいましたが、こちらねファントムさん。あとは全開するしかないですね。そうですね。そうすればという形でございます。それでは今の戦いをもう一度振り返ってみよう。まずはヒーラー5体をつけたアーチャークイーンを展開。ウォールブレイカーで壁を壊し、順調に陣の内部へ。その後レイジを使って空の天敵となる相手のアーチャークイーンを撃破。さらにウィザードとバーバリアンキングを組み合わせて使い、2つの対空砲を破壊。空への防壁が薄くなったところでラバハウンド、バルーンを投入。ここでもレイジをうまく使って残り1体の対空砲を封じ、ここで勝負は決まった。おそらく全てのユニットが思い通りに動いた、アタックではなかったでしょうか。非常に綺麗に全ての対抗を折り切りましたよね。そうですね、非常にうまかったですね。最後にね終わった後に結構大きい口を叩いたと思うんですけども、それをね許されるぐらいの圧倒的なプランニング、非常に綺麗な全開でした。完璧なプランニングと正確な指さばきで全てのユニットを自分の思い通りに動かす攻撃の天才ユータの華麗なプレイでテルイ軍星3を獲得。さあこれで勝敗の行方は群馬帝国遠征軍最後の攻撃次第となった。群馬帝国がこの戦いで全開をしますと群馬帝国の勝利、星が2つですと引き分けでパーセンテージの勝負となりました、そして星1つですとテルイと愉快な仲間たちの勝利ということになりますから、すごい接戦、接戦でございますね。大接戦ですね。さあそれではちょっとね皆さん手に汗握ってると思いますけども、テルイ軍最後の村がこちら。3時方向のタンクに守られたアーチャークイーンがポイント。群馬帝国遠征軍勝利への鍵はこのアーチャークイーンの処理にかかっていると言っても過言ではない。パッと見全然僕見えないんだけど見えます？なんか結構対空砲が3つ密集してて、これもハイブリッドでまっすぐ直線を陸進めていったら勝利を確実につかむには全開以外ありえない。エリート集団の本気を見せろ。群馬帝国遠征軍ファイナルアタック。レディーバーサス。さあ最後の戦い、群馬帝国遠征軍6番手ファントムさんの攻めになります。いや熱い展開ですね。こちらねもう先ほどのステージで説明ありましたが、星1つで敗北、星2つでパーセンテージ勝負、星3つで勝利というところで非常に熱い展開なんですが、そうですね、パーセンテージも非常に五分五分してましたね。かなり拮抗してました。さあこちら構成的にはやはりゴーレム3体の編成ですね。こちら先ほどと同じ編成、しっかりと対空のラインを作ってからの空編成になります。さあこれは先にトラップ処理でしょうか。エアバルーン1体投入して、大砲を壊しにいってますね。非常にうまいですね。さあ大砲を破壊したことによって、こちら大砲を破壊したことによってルートの確保ですかね。しっかり壊せましたね。うまいですね。さあここでゴーレムを投入。まだゴーレム2体残っております。ゴーレム1体にアーチャークイーンを後ろから出すことによって、さあゴーレム2体目投入。ビザード1体、必ず後衛にユニット1体つけていますね。いや非常にうまいでしたね。さあゴールブレイカー1体で進路確保。さあ2体で足りるぞ。打ちましたがこれは穴が開いた。はい、さあゴーレム3体でを投入。
これは最初にプランニング動き入っているのではないでしょうか。さあバーベリアンキングのターゲット取りましたが、これはアーチャークイーンがしっかりとダメージを出している。援軍としてはベビードラゴンガーゴイル、これはポイズンの処理がうまいですね。これは先ほど反則を生かしている。さすが努力家といったところではないでしょうか。はい、うまいですね。ジャンプの位置限定的に打ちましたバーベリアンキンね。グとアーチャークイーンがまだまだ無傷で中に入っていく。エアースイーパーの破壊を駆使など、さあこれは対抗に手が届きますか。さあアーチャークイーン壁を殴ってしまった。これどうなのか。さあしかしアーチャークイーンはまだこれは壁を折り切ってすぐ中に入りますね。バーベリアンキングはアイアンシストを使用して巨大クロスボウが落とせない。ゴーレムがターゲットを打っていますが、アーチャークイーンはしっかりと対空砲をこれは破壊しきりますね。きそうですね。さあゴーレムが全部中に入って巨大クロスボウと殴れをしています。さあこれソラパートスタート。ラバハウンドを12時の天下方向から展開です。さあエアバルーンがまだまだ生きて、さあ2体目のラバハウンドを投入。こちらアーチャークイーンに生きてますので、これはただまだテスラが出てきてませんので、どこにあるんでしょうかね。さあクシテスラがまだ見えない。さあゴーレムが対空砲を破壊した。これによって対空砲はさあクシテスラがこれは初見トラップといったところなんですが、これはいい意味で初見トラップに引っかからなかった。そうですね。さあラバハウンドが生きた状態で、これはエアバルが悠々と2方向に分かれてはいるんですが、残り1分10秒、アーチャークイーンも残っていた状態で、これはいったんじゃないでしょうか。残り隠しテスラ1つのみ。そしてまだヒールが残ってますからね。さあここでラバハンド2体が先行したことによって、もうエアバルを弾く敵はいないと。さあ隠しテスラが1個2個と破壊されております。さあ最後の隠しテスラへ大量のエアバルーンが破壊しきりました。さあボーイズはすぐでなくなったんですが、残るは先頭トラップのみ。残り44秒走ってきましたね。素晴らしい。さあ残り38秒ですが、これはエアバルーンも残ったことによって壁に左右されない。そうですね、間違いないです。こちら最後は星1、先ほど星1だったんですが星3つ決めましたかね。ドヤヒール打つんでしょうか。さあ最後に残していたヒールを余裕で残し、ドヤヒール。さあ決めました。群馬帝国遠征軍ファントム星3つ獲得です。最後まで分かんなかったな。そうですね。さあちょっとね惜しく負けてしまいましたが、ユータ選手どうでしたか。そうですね、もうせめて褒めるしかないですね。なるほどもうここにしかはい、ありがとうございます。でもやっぱ最後にね、もう敵にあれだけ言ってたのに拍手してましたから。そうです、やっぱねスポーツマンシップありますね。本当にね素晴らしい。素晴らしい。ありがとうございました。そしてファントムさんラスト制しました。やっと計画通りいって前回取れて最後勝ててよかったです。いや本当におめでとうございます。先ほどの反省生かせました。言い返せました。もう何回も見直した。それでは群馬帝国遠征軍の勝利を決めた今の戦いをもう一度見てみよう。序盤ゴーレムを盾にアーチャークイーンとバーバリアンキングを内部に進撃させ、今回は冷静にポイズンを打って援軍を勝利。そしてアーチャークイーンが対空砲を破壊したところでラバハウンドとバルーンを投入し空軍の攻撃へ。ここで最初に出していたゴーレムが最後の対空砲を破壊と、その時3時の方向に4本の隠しテスラが出現。初見殺しと言われるね隠しテスラをかなり外に置くようなシーンだったんですけど、そこも冷静にね、対処できたのが非常に良かったんじゃないでしょうか。非常にね最初に見えない状態で隠しテスラの位置、初見はねかなり怖いところなんですが、そうなんですよね。これはしっかり読み切ったんですかね。どうなんでしょうね。読み切ったんですかファントムさん今のは。読み切りました。読み切ったと。空軍を出した瞬間に防衛されてしまう初見殺しと呼ばれる罠だったが、逆サイドから進撃したためこのトラップを回避。タウンホールから遠い位置から全開を狙いに行った群馬帝国遠征軍の強気な攻めが功を奏し、見事星3を獲得。群馬帝国遠征軍がクラクラ市に残る大接戦を制し勝利を手にした。勝者こちらね、群馬帝国遠征軍。はい、じゃあポンタさん、はいお願いします。
最後やばいなって思って上司の顔とか浮かんだんですけど顔出ししちゃうからね。顔出しちゃうから、でも本当勝って嬉しいし、いい試合ができて本当に嬉しいです。ありがとうございます。いい試合を。さあそして負けてはしまいましたが素晴らしい戦いをありがとうございました。安さん、どうだったでしょうか。よかったですよ。はい。もう言葉も出てきません。はい。ということでございますね。言葉がもう出てこない。そうですね。そりゃそうですよ。やすさんはリーダーなりにね、かなりいい戦いをしましたけどね。ちゃんとね持ってってくれましたから、押し込むと。本当鼻の差って感じでしたね。そうですね。ということでちょっと忍びないんでございますが、こちらですね、テルイと愉快な仲間たち負けてしまったので公約の方の実行に移りたいと思います。はい、すいません。さあ群馬帝国遠征軍が勝利したので約束通りテルイと愉快な仲間たち、土下座の方をやすさんにしていただきたいと思います。すいません。それではこれマジでするんですか。はい。やすさん、やすさんこれしないとめちゃめちゃかっこ悪いですよ。すいませんね、本当に。じゃあそれではポンタさんもお二人前の方へお願いいたします。じゃあもう負けたら謝罪動画あげます。偉そうなこと言って申し訳ありませんみたいな。ここからは公約の実行。これ負けたら本当に土下座というか。いやもう負けないんで問題ないですよ。問題ないと。負けた時の公約は元ヤンキー屈辱の土下座。自分で言ったことでもありますし、公約を守っていただきたいと思います。これは気持ちよくいきましょう。それではやすさん土下座よろしくお願いいたします。ちょっとあと1時間考えていいですか。いや、いろいろとあると思いますけども、思うとこあるでしょう。しかしチームとして負けてしまったということは事実でございますから、やすさんリーダーとしてよろしくお願いいたします。はい。じゃあほんまあと1時間待ってもらっていいですか。自分が負けたわけではない。プレイスタイルはどうあれ全開を取り鉄壁の防衛を見せたヤスは一流のプレイヤー。しかしクラン対戦は個人戦ではない。クランメンバーがいて初めて成立するチームでの戦いだ。ここでヤスはプライドを捨てリーダーとしてメンバーのために男を見せられるか。ね、すみませんでした。素晴らしい。いやいや、本当ポンタさんもね、安定しとこう、安定しとこう。はい、じゃあ。いやいや、素晴らしい。ありがとうございます。やすさん。やす。男らしかったです。やすよくやった。ということでぜひともこれはね、もうリベンジマッチもあると思いますので、ぜひともその時は参戦していただきたいと思います。ね、恨みっこなしですから。お願いいたしますよ。プライドの高い元ヤンキーヤスが男らしく土下座。リーダーの器を見せたヤスに会場からは拍手が送られた。ということで素晴らしい戦いでした。お二人どうでしたか。半沢直樹見てんのかと思いました。確かにすごかったですよね。本当思った倍返し弾も出ましたけどね。プライドとプライドがぶつかり合ってる本気でね、そうなんです。戦った結果ですから。そうです。2つのクランにね、もう一度盛大な拍手をお送りください。というわけで群馬帝国遠征軍の勝利でございました。以上バーサスありがとうございました。バーサス第一戦、群馬帝国遠征軍対テルイと愉快な仲間たちは激闘の末群馬帝国遠征軍の勝利。クラクラ界に残る名勝負がまた一つ誕生した。みんなで結構真面目にずっとプランニングを考えていたんで、多分技術とか才能とかはひょっとしたらもう向こうが上かもしれない、あるいは同じかもしれないんですけれども、でもそういうのを努力でカバーしたっていう真面目さがつながったのかなと思います。悔しいですね。
悔しいです。ほんま僅差だったんで、ボコボコにされてたらもうあーってなるけど、もうほんと僅差で、それがもうなおさら悔しい。本当に今日は遠いところ来てくれて、またうちのクランに入ってくれて本当ありがとう。感謝してるんで、これからもこんなリーダーだけどよろしくお願いします。またいつかやりたいですね。次こそは皆殺しにします。次回、新たな戦いの火蓋が切って落とされる。クラクラ実況で名を馳せる人気 YouTuber ドズル率いる名門クランクラクラチャンネルと、全開が正義、勝利至上主義を掲げるゲーマー集団ホッシー率いる感謝が激突。日本屈指の両クランがタウンホール10、11という重量級の舞台でしのぎを削り合う。さらに感謝を援護すべくアメリカから強力な助っ人が登場。会場にいた全員が息を飲んだ名勝負を震えて待て。